こんにちは、和田彩香です。私は現在、海外輸出をはじめとしたビジネスの会社を経営する女社長をしています。私のプロフィールはこちらをご覧ください。今回の動画では、日本に住みながら外貨を稼ぐ方法についてお話をしていきます。現在、円安の影響で物価は上がっていくのに収入は変わらなく、円ではなくドルで収入を得ることができたらいいのになぁと考えている方、増えてきているかと思います。私は海外輸出のビジネスをしているので、円ではなくドルの売り上げがあり、輸出を始めていて本当に良かったなぁと感じています。円安で円の価値が落ちていく一方でも、ドルの売り上げが立てば、円に換算した時の金額は円で売り上げた時よりも大きくなるので、円安になったとしても不安を感じることが少なくなります。今回は外貨を稼ぎたい方が具体的にどのような行動を取ればいいのかについてお話をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらの YouTube チャンネルでは海外輸出で稼ぎたい方に向けて動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、お電話での無料相談と公式 LINE 登録者限定で無料マニュアルのプレゼントもしていますので、気になる方は公式 LINE でご連絡をお待ちしております。公式 LINE は概要欄に URL がありますので、ぜひチェックしてください。この動画を見ていただいている方は、ドルで稼ぐということに興味がある方かと思います。中には、なぜ円安だとドルにメリットがあるのと疑問に思われている方もいるかもしれないので、簡単にご説明させていただきますと、まず、円安とは、一般的にはアメリカの US ドルに比べて円の価値が低くなることを言います。ドルの価値が高いということは、日本が海外から輸入しているものの価格は高くなります。一方で円は安いのにもかかわらず、日本人の収入は変わっていないというのが現状です。私もこのことが気になって、10年前に正社員で勤めていた会社の新卒を募集しているページを見たのですが、新卒の給料も10年前とほぼ変わっていませんでした。これには本当に驚きましたね。円安については、こちらの動画でももっと詳しく説明をしているので、詳しく知りたいという方は、ぜひこちらの動画も後ほどご覧ください。外貨を稼ぐためには海外に移住して海外の会社に就職しなければいけないのかと想像する方が多いかと思います。しかし日本にいながら外貨を稼ぐ方法があります。その方法は大きく分けて2つあります。1つ目は海外の方と契約をしてクライアントワークをする方法です。日本でも数年前は東南アジアなどの海外の方を採用すると経費が安くビジネスできるということも聞きましたが、東南アジアの方のお給料はここ数年で上がってきています。つい最近私はエンジニアを募集していて、海外の方を採用するにはと聞いたりしていたのですが、日本人が一番安いという情報も聞きました。実際に東南アジアの方と最近話す機会があったのですが、日本円安いよねと言われてしまいました。日常で日本人としかコミュニケーションをとっていない方からすると、円安になったからってあまり気にする機会がないかもしれませんが、世界的に見て日本の現状はこのようなことになっています。海外の方と契約をしてクライアントワークをする方法ですが、日本のクラウドワークスのような海外版のプラットフォームがあるので、そこで募集をしてお支払いをしてくださる方としてドルで支払いをしていただける方を探すという流れになります。海外のクライアントワークをするメリットとしては、クライアントが見つかれば就職するのと同じように、その月働いた分から売り上げが立つということです。デメリットとしては、文化も違う海外の方と密に連絡を直接取って仕事をしていくので、これまで外資系などの職場で働いたことがない方だと、日本との違いを受け入れるまでに時間がかかったり、役に立つと思っていただけないと、すぐに契約を切られてしまう可能性も高いということです。また、クライアントワークの場合は、クライアントが日本人だったとしてもそうなのですが、外注化をすることができなく収入を得るためには、自分がずっと手を動かし続けなければいけません。2つ目は、日本のものを海外に輸出する方法です。日本には海外にない伝統やアニメなどの文化があるので、海外の方からしたらそれらはとても魅力的です。実際に世界最大級のオークションサイト eBay のトップ画面に日本の商品の宣伝が出るほどです。海外輸出のメリットとして、円安になるということは
海外の方からしたら今までよりも安い金額で日本のものを買うことができます。だからこそ日本のものは海外の方から購入もされやすくなっています。また、物を仕入れて海外に販売する輸出ビジネスであれば外注化をすることができます。クライアントワークの場合は自分が手を動かさなければいけないのに比べて、出品作業や梱包などの作業を外注化して外注化が完了すれば、自分はビジネスの管理の部分だけで仕組みが回って売り上げを立てるということも可能です。デメリットはクライアントワークに比べて売り上げが立つペースがゆっくりであることの方が多いということです。今すぐに外貨の収入を得たいというのでしたら、クライアントワークがおすすめで、長期的に見て安定して自分が手を離しながらでも売り上げを立てたいという場合は輸出ビジネスがおすすめです。私はビジネスの柱として輸出の事業を確立させたかったので、クライアントワークではなく輸出ビジネスを選びました。この話を聞いて輸出ビジネスにご興味を持ったという方もいらっしゃると思うので、具体的に行動する流れについても共有をしたいと思います。ここからは輸出ビジネスを始める上で具体的に行動する流れについてお話をしていきます。輸出ビジネスを始める上で最初に考えたいこととしては、どのように輸出をするのかということになります。この動画を見てくださっている皆さんは、現在手元にすでにある商品を輸出したいのではなく、ドルで収入アップをするために輸出をしたいのだと思います。ドルで収入アップをするために考えなければいけないこととしては、今日本の商品の何が海外の国から必要とされているのか、どこで販売をした方が利益が上がりやすいのか、このことについて考える必要があります。まず1点目の今日本の商品の何が海外の国から必要とされているのかということについてですが、海外に物を輸出するビジネスであれば、海外の方が欲しいと思っているものを販売しなければいけません。日本の商品が人気だからといって出品すれば売れるというわけではないんですね。なので海外で何の商品が売れるのかをリサーチする必要があります。このリサーチの方法については別の動画でも解説をしているので、私の YouTube の他の動画も見ていただけたら幸いです。2点目のどこで販売をした方が利益が上がりやすいのかということについては、大きく分けて2つの方法があります。1つ目は自分で構築した自社サイトで販売をして直接海外の方に購入をしていただく方法です。もう一つはすでに海外の方が集まっていて日本の商品が売買されているプラットフォームで販売する方法です。どちらの方法で販売をしたいと思いましたか？構築した自社サイトで販売をして直接海外の方に購入していただくこちらの場合は、プラットフォームに支払う手数料が発生しなくてとても魅力的なのですが、一から海外のお客様を集めなければいけません。自社サイトをデザインして構築して日本の商品を並べたとしても、集客をしないと海外のお客様から見られることはほとんどないと言っていいでしょう。海外の方が欲しいと思っている商品をリサーチして出品をする。それ以外にも同時に集客のことも動かなければいけないのです。集客って少しでもしたことがある方はわかると思うのですが、簡単なことではないんですよね。集客もしなければいけないという方法もあるという一方で、プラットフォームで販売をするこちらの場合は、すでに海外の方が集まっていて日本の商品が売買されているので、欲しいものが明確になっていて、そのプラットフォームで検索をしている方がいる場所に合わせて出品をすれば、その商品は売れるというとても単純な仕組みになっています。プラットフォームに数パーセントの手数料を払ったとしても、一から自分でお客様を集めるというよりも効率がよく着実に売り上げにつなげていけますね。これから輸出ビジネスを始めるのであれば、プラットフォームで商品を販売した方がおすすめですというお話をさせていただきました。ここまで動画を見てくださっている方は、すでに輸出ビジネスに興味を持っていらっしゃる方かと思います。そうは言っても、英語はできないしな、何からスタートしたらいいの？私でもできるのかなって思いますよね。もちろんこれはビジネスとして始めるものなので、簡単で最初から楽してできるものではありません。それはお伝えしておきたいのですが、私自身英語が全くできなくて外資系にも勤めたことないし、
最初は右も左もわからない状態から進めてきました。ちなみに英語に関しては、チャット GPT や Google 翻訳、DeepL 翻訳など便利なツールで自動で翻訳してもらってできるので全く問題ありません。だから英語ができないことや海外経験がないことに関しては心配されなくても大丈夫です。ただ、先ほどもお話しした海外の方が欲しいと思っている商品のリサーチやプラットフォームを理解することは必須です。他にも海外への配送の方法や売上の利益計算などがあります。こういったことに関しては最初から知らなくて当然なので勉強しながら進めていきましょう。もし具体的に輸出ビジネスに関して何から始めたらいいのかわからないという方は、私の公式 LINE では初心者入門丸をお配りしていますので、ぜひ概要欄の URL から LINE にご登録いただき受け取ってください。それでは最後にまとめです。日本に住みながら外貨を得る方法として2つあります。1つ目は海外の方と契約をしてクライアントワークをする方法です。2つ目は日本のものを海外に輸出する方法です。輸出ビジネスを始める上で具体的に行動する流れとしてドルで収入アップをするために考えなければいけないこととしては、今日本の商品の何が海外の方から必要とされているのか、どこで販売をした方が利益が上がりやすいのか、このことについて考える必要があります。今、日本の商品の何が海外の方から必要とされているのかということについてですが、海外で何の商品が売れているのかをリサーチする必要があります。どこで販売をした方が利益が上がりやすいのかということについては、大きく分けて2つの方法があります。1つは自分で構築した自社サイトで販売をして、直接海外の方に購入をしていただく方法です。もう1つはすでに海外の方が集まっていて、日本の商品が売買されているプラットフォームで販売をする方法です。構築した自社サイトで販売をして直接海外の方に購入をしていただくこちらの場合は、プラットフォームに支払う手数料が発生しなくてとても魅力的なのですが、一から海外のお客様を集めなければいけません。集客もしなければいけないという方法もある一方で、プラットフォームで販売をするこちらの場合は、すでに海外の方が集まっていて日本の商品が売買されているので、欲しいものが明確になっていて、そのプラットフォームで検索をしている方がいる場所に合わせて出品をすれば、その商品は売れるというとても単純な仕組みになっています。プラットフォームに数%の手数料を支払ったとしても、一から自分でお客様を集めるよりも効率がよく着実に売り上げにつなげていきますね。これから輸出ビジネスを始めるのであれば、プラットフォームで商品を販売した方がおすすめです。輸出ビジネスに関しては、海外の方が欲しいと思っている商品のリサーチやプラットフォームの理解をすることは必須です。他にも海外への配送の方法や売上の利益計算など、最初から知らなくて当然なので、一緒に勉強しながら進めていきましょう。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。コメント欄では動画に関するご意見やこんな内容を話してほしいなどのコメントを募集しております。これから海外輸出を始めたい方、すでに始めている方にとってためになる動画を作っていきたいので、ぜひコメントをよろしくお願いいたします。また動画の概要欄では過去の動画や初心者の方でもわかる海外輸出で稼ぐ方法を解説した動画を記載していますので、ご確認いただけたらと思います。今後もこのような海外輸出に関する発信をしていくので、この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。